さあ、そんなレモンテトラなんですけど、実は1匹だけ変な子がいます。はいどうも、ピパです。今見てもらってる水槽、60センチのスリムタイプの水槽なんですが、先日公開したグラスカスタム600のレビュー動画用に立ち上げた水槽になります。一応レビュー用とは言っても結構しっかりめに作ったので、今ではかなりお気に入りの水槽になっています。見てもらってわかる通り、水草水槽なんですが、水草の種類、そして魚も結構入っているので、今回はこの水槽の紹介をしていきたいと思います。主に中に入っている水草と生態の紹介、そしてせっかくなので水槽の機材についてもちょっと触れていきたいと思います。立ち上げてから約10日、2週間も経ってないとは思うんですが、グラスカスタム600で立ち上げたこのスリム水槽、現在どうなっているかをお伝えしていきます。ちょっと変わった生態も出てくるので、その辺も合わせて紹介をしていきます。まず全体像としてはこんな感じになっています。ちょっと水草寂しいなと思われるかもしれないんですけど、実は昨日水草をトリミングしちゃいました。かなりボーボーに水草が育っていたので、水草の高さの調整と、あと植栽エリアの入れ替え、いろいろやってたらちょっと寂しい感じになってしまいました。なんといってもこの水槽スリム水槽なので、奥行きが20センチしかありません。しかも手前のあたりは砂を敷いていて、実際の水草の植栽エリアは15センチぐらい、かなり奥行きが薄っぺらい水草水槽になっています。じゃあ植えている水草を見ていきましょう。まず水槽の左端と右端にあるちょっと背の高い繊細な葉の有形草、ポゴステモンデカネンシス。実は僕初めて聞いた水草なんですけど、結構頑丈で育てやすい水草らしいです。見ての通りすごいボリュームがあるので、今回のようなあまり高さのない水槽とか小型の水槽だと後傾槽として使った方がいいかもしれません。今回のこの水槽の中では一番勢いがあって、あっという間に根も伸ばしてしっかりと根付いた水草です。そしてそのポゴステモンデカネンシスの真後ろに植えてしまったのでほとんど見えないんですけど、ロタラインレイが植えられています。こちらはロタラの中でもすごく頑丈なイメージがある水草。アクアテーラーズさんで投げ売り状態というか、激安で売られていた水草です。最初まっすぐ伸びてくれなくて悩ましかったんですけど、 CO2 添加しながらしっかり光を当ててるとまっすぐ伸びてくれました。このままポゴステモンデカネンシスより高さが出てくれたら、この水槽でも存在感が出てくると思います。そしてその隣にあるのがグリーンロタラ。これは有名なロタラだと思うんですけど、なかなかまっすぐ伸びてくれないぐにゃぐにゃ系ロタラですね。今まで何度かチャレンジしたことあるんですけど、なかなか上手に育てられたことがないです。水草の頂部が結構萎縮しちゃってて、何かしら栄養分が足りないのか、熱帯魚にかじられているのか、多分後者の方が可能性あるんですけど、若干頂部がちっちゃめになっています。後で紹介するんですけど、一緒に入れてるレモンテトラがめっちゃ水草かじるんですよね。そしてちょっと手前に植えてある赤い水草、これは皆さん大好きアルテルナンテラレインキーミニ。ミニという名前の割には結構でかくなるんですけど、今回は全形草として植えました。あんまり大きくなるようだったらこまめにカットしてなるべく低くキープしようと思っています。 CO2 添加しなかったら赤というか茶色っぽいんですけど、それでも葉っぱの裏は赤紫になっているので、緑色系が多い水草水槽の中でワンポイントになるめっちゃ使い勝手のいい水草です。溶岩石の隙間に植えてある縮れた葉っぱの水草、ポゴステモンヘルフェリー。これ結構憧れてた水草で、今回ようやく水草培養カップのワンツーグローで購入しました。なんか変な言い回しですね。アクアリウムショップとかホームセンターでワンツーグローっていうカップに売ってる水草があるんですけど、それのラインナップにポゴステモンヘルフェリーがあります。今回それを買ってきました。久しぶりに培養カップ買ったんですけど、お値段は1300円ぐらい。結構株数入ってるので、カップのサイズ見て値段高いなって思う時もあるんですけど、開けてみると意外とたくさんの水草が入っています。このポゴステモンヘルフェリーはさっきのポゴステモンデカネンシスと同じ仲間。なんかシソ科の
水草らしいんですけど、こちらはあまり背が高くならない前傾草として使える水草です。この縮れた葉っぱが特徴的ですね。うまく育ってくれるといいんですけど、こちらもレモンテトラによくかじられています。そして葉っぱの幅がちょっと広めの緑の水草、ストロギネレペンス。これも結構有名な水草で、育てやすくて人気ですね。僕自身は今回初めて購入しました。左にあるアルテルナンテラレインキーミニと同じような葉っぱの形なので、色違いとして水槽にあると面白そうだなと思って今回導入しました。そして溶岩石の裏でもじゃもじゃとしてる水草、ガイアナドワーフミリオ。これだいぶ前に買ったんですけど、全然うまく育たないんですよね。ミリオフィラムなので、本当はもっと大きくなるんじゃないかなと思うんですけど、数ヶ月別の水槽で育成してたんですが、なかなか大きくなりません。何か根本的な見直しが必要な気がしています。今も植えたばっかりなので現状維持してますけど、もしかしたらこのまま消えてしまうかもしれない。一応記録としてこの映像に残しておきます。そしてこの水槽の中央にある赤い水草、ロタラレディッシュ。名前の通りロタラなんですけど、赤い水草でロタラっていうとロタラハラが有名です。ただこのロタラレディッシュもめっちゃ赤くなります。むしろこっちの方が赤系ロタラとしては存在感があります。今はちょっとまだ緑なんですけど、この後しっかり育ってくれたら真っ赤に染まってくれるはずです。これも結構レモンテトラにカジカジされています。そしてその後ろにあるのがブリクサショートリーフ。ブリクサショートリーフもっとちっちゃいようなイメージだったんですけど、今回導入したものは結構でかいんですよね。ただ状態が悪いのか葉っぱが結構溶け始めていて、以前購入した際もいつの間にか溶けてしまっていたので、今回もどうなるかちょっとわかんないです。ただこの葉っぱのボリュームでもっと高さが出てくれたら、この水槽ではかなり見栄えのする水草になると思います。その隣にある小さめの葉っぱの水草はセイロンロタラ。こちらもロタラの中では結構有名どころで、僕自身は今回初めて導入をしました。これがもうかなりぐにゃぐにゃ伸びる系でびっくりしました。最初この水槽のど真ん中に植えてたんですけど、手がつけられないぐらいぐにゃぐにゃ伸びたので、一旦全部引っこ抜いて先端部分のまっすぐなところだけ新たに水槽の後ろに植え直しました。このまままっすぐ伸びてくれたらいいんですけど、ちょっとどうなるかわかんないですね。あとグリーンロタラと若干見分けがつかないので、そのうちどっちがどっちだかわかんなくなりそう。手前にある繊細な葉っぱが特徴的なオレンジミリオフィラム。こちらもすごい育てやすい水草なんですけど、結構暴走しやすい水草です。とにかく根っこがやばくて、いつの間にかソイル全体根っこが張り巡らされてるっていうことも結構ありがち。根っこがしっかり張るってことはそれだけ育てやすいっていうことだと思うので、初心者向けだとは思うんですけど、暴走注意な水草です。結構成長も早いので、この水槽で前の方に植えてるんですけど、もしかしたら場所を移動するかもしれません。そして最後、今回のトリミングで一番バッサリ切ってしまったのですごい見づらいんですけど、オレンジミリオフィラムとポゴステモンデカネンシスの後ろにあるのがパールグラス。僕の中では育てやすい水草ナンバーワン。あっという間に増えてボリュームも出て、しかも見た目がとても涼しげ。我が家にある水草水槽には欠かせない存在になっています。今回もバッサリ切ったんですけど、多分あっという間に成長してくれると思います。こんな感じでこの水槽には有形素ばかり12種類所狭しと植えられています。まだカットしたばっかりで背の低い水草もあるんですけど、水草が成長してくれたら立派な水草水槽になるんじゃないかなと思っています。それではさっきからずっと見えてはいましたが、生態の紹介。まずはこの水槽に20匹入っているレモンテトラ。赤い目と黄色と黒に染まっている背びれと尻びれ、これが特徴的な小型の熱帯魚。今回初めて購入したんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですね。ただ途中でも言った通り水草を食べます今もめっちゃ食べてたね。多分1匹であればそこまで食害ないとは思うんですけど、さすがに20匹入ってるとなかなか厄介です。あんまり食害ひどいようだったらこの水槽からは追い出して、
別の魚を入れたいと思います。めっちゃ可愛いんだけどな。できれば水草頑張って成長してほしい。もう一種類入ってるのがオレンジグリッターダニオ。動きが速すぎてちょっと撮影するのめんどくさいのでこのままいきます。コイ科のお魚でめっちゃ泳ぎが速い。しかもなんかヒゲがついていて、それで障害物を避けて泳ぐのでビュンビュン飛ぶように泳ぎます。体の側面に縞模様が入っていて、それがなんかヤマメっぽくて好きですね。本当に泳ぎが速いので観察用としてはあまりおすすめできません。たまにレモンテトラを追いかけ回しているので混泳もあまり良くないかもしれないですね。そしてこの水槽のコケ取り生態として3匹入れているのがオトシンネグロ。こちらは我が家で繁殖した個体になります。60センチスリム水槽なので3匹もいれば多分大丈夫。ちょっと溶岩石がトゲトゲしてるので、もしかしたら怪我しちゃうかもしれない。これはまあなんとか頑張ってほしいですね。あとコケ取り生態として今どこにいるかわかんないんですけど、ヤマトヌマエビが入っています。これは1匹だけ入れていて、おそらくどっかで水草の枯れたのをつまつましてるか、どっかにいますね。飛び出しはしていないはずです。というわけでこの水槽に入れてる生態の紹介でした。メインの生態はレモンテトラ。こんな感じで綺麗に群れてくれるのでめっちゃ見応えあります。とはいっても結構バラバラに泳いでる時もあるので、今は偶然群れてるのかな。オレンジグリッターダニオが追いかけ回す時もあるので、それを恐怖に感じて群れになっているのかもしれません。さあ、そんなレモンテトラなんですけど、実は1匹だけ変な子がいます。レモンテトラ見ての通り尾びれが二股に分かれてるんですけど、1匹だけ尾びれが奇形な子がいます。見ての通り尾びれが一直線に1本だけ。これは購入してから気づいたので、これを返品しにお店戻るのもめんどくさいなと思ってこのまま飼育をしています。ちょっと見た目は変わってるんですけど、泳ぎ自体も全然問題ないし、餌の取り負けとかもないので生きてくには問題なさそうにしてます。さすがに20匹まとめて飼うとちょっと変わった個体も混じるのかなと思った出来事でした。1匹だけ形違うので結構気にして見ちゃいます。では最後にこの水槽の設備について見ていきます。まずこの水槽なんですが、ジェックスのアクアリスタから出ている BS600。 サイズは横幅が60センチ、高さが25センチで奥行きが20センチ。かなりスリムな水槽になっています。水量は26リットルぐらい。60センチの幅にしてはかなり少ない水量です。 LED も同じくジェックスアクアリスタのクリア LED パワー4。このリフトアップパーツも透明で綺麗なんですけど、これを外して直接ガラス蓋の上に置くこともできます。かなり薄型でおしゃれ。しかも明るいんですけど、ちょっと本体熱くなるのでそこだけが心配です。そしてろ過装置は今回この水槽を立ち上げるきっかけとなったグラスカスタム600。今までのフィルターとは違って水槽の中に引っ掛けるタイプのフィルターです。グラスカスタム600自体のレビュー動画は前回公開してますので、下の動画説明欄からご覧ください。今回のようなスリムタイプの水槽に設置すると、水槽の奥行き20センチに対して5センチくらい幅を取ってしまうので、かなり圧迫感あるかなと思ったんですけど、実際に運用してみると正面から見てもらった映像の通り意外と問題なく使えてます。一応レビュー動画ではグラスカスタム600を水草水槽で使う際のいいところ、気になるところまとめてますので、よかったらそちらもご覧ください。今回の水槽は水草水槽なので CO2 添加も行っています。使ってるのはハルデザインさんのプロ D705 だったと思います。ちょっと型番は忘れましたけど、シルボンの細いタイプですね。ただ水槽内に CO2 ディフューザー見当たらないと思うんですけど、この水槽ではグラスカスタムの中に CO2 を添加して、 CO2 ディフューザーとか余計なものは水槽内から見えないようになっています。というわけで今回は我が家の60センチスリム水槽、植えている水草の紹介と飼育している生態の紹介でした。まだ立ち上げてから2週間も経っていないんですが、水草の成長は順調で1回トリミングを済ませています。
一応ゴールとしては水草の背丈が全体的に伸びて、背面のグラスカスタムの若干透けて見えてしまっている露材を隠してくれるぐらい成長してくれたらいいなと思っています。今後もライブ配信とか動画でこの水槽を紹介していきますので、今後の経過気になる方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。もしかしたらレモンテトラが水草を食い散らかして残念な結果になるかもしれない。そのあたりも様子は見ていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。